皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは私、岡田聡と桐山和久と住深夜です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。はいさあ、第4回ということでそうね、今日も元気にお届けしていきたい今日もと思います元気にお届けしてます。はい、大丈夫ですかお二人とも。大丈夫そうです。はい、すみさん、体じゃなくて声でねトークしていきたいと思いまはい、すけども、ポッドキャストです。大丈夫ですか。演奏こそありますけどね。はい、すごいノイズになってると思います。始めましょう。始めていきましょう。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。さて、この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信していきます。最初の4回は特別編成としてブラッドエディションをお届けします。うんそして今日は4回目特別編の最終回でございます。はい、今日何について喋るの？そうですね。何について喋るんですか？前回前々回と続けて吸血鬼、そうですね。やったじゃないですか。はいまあ、吸血鬼のこといろいろ喋ってきましたけど、はいまあ吸血鬼でいろんな能力があるっていうのをはいはいはい前回お話したじゃないですか。はいはいはい。その中でも、私やっぱり不死性はいはいはいっていうのが気になるんですよ。うん。不死性、つまり不老不死そうですね。あープロっていうところ、うんやっぱり人間誰しも一回は考えたことがあると思うんですよ。はいはいはい死について、はいはいはい。置いていくことについて、うんそのことについて今日はちょっと喋っていきたいなとまいうふうに思うんですけどもあ。ブロドもね、うん。一瞬500年生きてるからねっていうのがミームになったもんね。ブロード500年ミームがねできましたけど。 500年ミームできたミームになったもんね。ここだけねまあ言い訳という。確かにそんな大体こともありま500年生きしたけどてたから何でもなんねんみたいはい。な。はい。じゃあ今回のテーマ、はい不老不死、はいこちらでおしゃべりしていきたいと思います。はい。オカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを楽しみましょう。はい。はい、今夜は不老不死をテーマにしていくんですけども、はい。不老不死といってまず思いつくものとかありますか？思いつくもの。桐山くん。不老不死。うん。いやでもそれこそ我々ね今吸血鬼を演じてるわけじゃないですか。はいはいはい。 XRP でそれぞれ500歳オーバーな設定なわけですけど、今結局人間でいうところの何歳ぐらいなのかとか、はいはい。その500年生きてるうちのどこからどこまでが子供だったのとか、ほうほうほう。であとどれぐらい寿命残ってんのとか、うんうんうん結構その辺の数字的な部分がずっと気になってました。寿命っていうものがね、そうなんですよその概念がね、感じがしますけど、はいこの不老不死ってさ、うん。言うなりゃ簡単に言うと老けない死なないってことでしょ。そうですね。うんこれ言葉的に俺初めて知ったのがドラゴンボールなんですよ。またドラゴンボールだ。またドラゴンボールだ。だってさも、う嫌やこの話。この俺を不老不死にしろってさ、はいはいはい宇宙の帝王の方あーが叫んでたでしょ。はい。あれをさ初めて聞いた時に意味わからんかったし、小学あ校あなるほど。に行ってないからうんどういう意味なんやろっていうのでうん親に聞いて年を取らない死なないは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 い。っていうことを聞いた時にどういうことなの？死なないって何？うんああ。まず死なない、はいはいはい。老けない、うん。年を取らない、じゃあずっとそのままの状態で、うん。交通事故にあっても死なへんのって聞いた時に、うん死なないよって答えられて、子供やな。うん質問が子供やピュアピュアな。すごいピュア。なんでってなったのよね。だからそういうところからスタートしてるから、はいはいはいこの不老不死っていう言葉自体もさ、うんなんかすごい不思議な言葉やな。まあそうよそうですね。ねだから実際そんなことないもんね。そう絶対老けるし。そ絶対老けるで、うんどの視点からってさっきも言ってたそうけどさなんですよ。そうそうそうねそう。いやっていうかだからさうんこれ難しいんがさ俺らここの2人ってさうん純粋なヴァンパイアなのか。はいはいはい。で大体さまあここの多分2人は家柄があるから純粋なヴァンパイアなんやけどはいはい。さっきっていうかその前の回でさほらもう普通の人をヴァンパイアにする能力があるわけやんかはいはいでその人はヴァンパイアにされた人はその時点から不老不死になるやん。確かにそっか、そこからがヴァンパイアですそうよね。そうそう俺らはブロードと B はだから俺確かに確かに。だいぶ前に子供5歳のブロード確かに元人間の可能性もあったりはするわけだ。そうどこから成長が止まんねやろな。そうどこから成長が止まってなるほど。俺その純粋なヴァンパイアはどこからがどうなの？自分で決めるんじゃん。あ、俺ここ。あ、てか変身能力あるからね。あ、そう。確かに。
あれが真の姿じゃないかもしれない。かもしれへんってことや。5歳が真の姿かもしれない大人にだからその時その時で自分のイメージでなるほど出る可能性もあるのかな。じゃあ別にそのフローっていうのもうん置いてないように見せるだけというか、うん若い格好に化けてるだけの可能性もあったりするわけですよね。そういうことか節だけで今のところこうグッといってんのかな。確かになるほどね。じゃないと B もあんな現代的な格好できないでしょ。本当ですよね。うあれ金髪サングラス。んおかしいやんブロとじゃジャラジャラしてるの。あれはやっぱあれじゃん、伝統を重んじるそういう派ことやろ。うん現代にね溶け現代に込む派溶け込んだと。とっていうことになってるんかな。そういうことか。いやでもそれ考えると不思議やね。確かにそうやんなほんまになんでどっからその止めるのか、止めるとか止められるのか。じゃあいつでもブロとは5歳になれるんじゃん。確かに。確かに変身能力でね5歳になるってことできますからなれるんじゃんね。それは自分の好みそうの己の5歳そういうことやなとか。 B もそうってこと。そういうことですよねきっとね。うん B も変身できるのか。このままでいくとさ、ミステリーのさ、こう話になっていってさ、もう吸血鬼って変装できんねや。今のうちにストーリー潰していこうぜ。今やばいやばいやばい今あなたたちが見ている2人は本当の2人です。本当のっていうことになってくる。あのキャラクターは本当にこのキャラクターなんですかみたいな。なるほど。苦笑いされるで。その不老不死がテーマになっているとか、うん作品とかに出てきたりもすると思いますけど、はい鷲見さんなんかそんな作品知ってます？不老不死、ハリー・ポッター。ハリー・ポッター。ハリー・ポッター。ーハリー・ポッターだからラスボスのね名前を言ってはいけないあの人、はいはいはい。あの人はだから分霊箱って言って、自分の魂を引き裂いていろんなものに入れてたっていう。そういうすることによって命。そうだからどの分霊箱が壊されても自分の魂は分かれてるから死なない。なるほど。そういうこと。そう全部ぶっ潰さないとあかん。そう全部やらなあかんねん。それ大変やな。だいぶ大変やったよ。だいぶ大変やな。うん経験してきたみたいな。もうほんまにやってきたけどね。エクスペリアムス経験者でした。セーフ言いますね。セーフやと思いますけど。あやっぱ作品を聞くのはこの人。そうですね。大体見てるんで間違いない。間違いない。不老不死ってうんまあやっぱ死ぬのって誰しも怖いじゃないですか。まあそう。まあ桐山君もやっぱ死ぬとか考えたりする。考えること結構ありますよ。でも本当に死なない体になった時どう思う？なったとしたら。なったとしたらでも割とめちゃくちゃするかもしれないですね。めちゃくちゃするって何？いやだからその何をめちゃくちゃするの？だからもう元気なうちにというか、うん今できることに対して全力投球して別に危険なことがあってもどうせ死なないしでなんか頑張れる気がするんですよ。ちょっと無茶しようかなというか、もうできるかなっていう、なんか今やっぱりこう普通に働いてとかいろいろやってると、なんか次の日朝早いから今日早めに寝とこうかなとかいろいろ考えるじゃないですか。はいはいはい。もうなんかこう死なないとかってなってくると、まあ無茶したところで別に体は大丈夫でしょみたいな感じで、ある程度はちゃめちゃな生活を送る可能性が。でもしんどいはしんどいと思うで。どうなんやろ。死なんからってしんどいくないかな。しんどくないんじゃない？しんどいはしんどいのかな、どうなんだろう。いやだからさ五鉄とかしんどいんじゃん。逆にさこの話になるとさ不老不死になったらすごい人間って怠惰になると。あーなるほだって全部先延ばしにしていいわけ。確かに。急ぐことなんか何もない。餓死もせんわけやもんな。そういうことよ。そっか、別に食事をねまめに取る必要性もないし、だから吸血鬼で言うたら食事取らへんかったらこの不老不死はなくなるんかもしれへんけど不老不死だけで捉えたらそうやな。ちょっと怠惰感すごいよ。空腹感とかさ、そういう痛みとかっていうのはどうなんやろうな。そこ気になるよな。でも吸血衝動があるってことは、お腹がすくに近い何かはあるんでしょうね。だから吸血鬼からしたらそうやっぱそういう風に何かしらデメリットのあるこの吸血鬼とかじゃないとこれなかなか難しいと思うよ。確かにな。なりたい。いやーなりたくないかも不老不死は。なんか逆に子供の時は不老不死になりたいと思ってたかもしれへんな。
その概念があるって知った時は。でも死なへんっていうのはな、今となったら違うかもね。どうやろうな、ほんまに素敵な年の取り方をしたらいいんじゃない？いやそれはそうかもしれない。それはそうそうやろ。いやなんか人生のピークみたいなのがあったら今もう絶頂だわ自分みたいな瞬間があればこのまま老けずにこのまま死なずにこの人生を送れたらと思うのかもしれないですけど、でも周りの環境変わんねん、そこ怖いんですよ。そうやね。やっぱり自分はピークでも周りがどんどん変わってくって怖いじゃないですか。そうそうそうそれこそ僕第2回で話した魔法戦隊マジレンジャーのバンキューリアってキャラクターも不老不死なんですよ。でもう何千年も生きてるんですけど、周りはどんどんね変わっていくじゃないですか。それで孤独を味わうことによって一人じゃ嫌だってなって2人の少女に分離するって能力を持ってるんですよ。だから普段は怪人の姿なんですけど、地上出たりとかしたら2人の少女に化けてナイとメアって言うんですけど、2人の少女に姿を変えて生活できるっていうなってるんで、なるほど。孤独を紛らわすために自分自身がもう2人になっちゃうっていうすごいねこともあったりするんで、なんかさすがにこうヴァンパイアともなると、もはやそういう風にして乗り切っていってるのかなみたいなのがあまあだからヴァンパイアはだから仲間増やしてるんかもしれない。あ確かに吸血して移してってみたいなことですよね。少数やろうけど、まあでも自分らがじゃあ不老不死やったらっていう話だったけど、他人がどうやったら思う？例えば友達とかそんなんもおるけど、自分が好きになった人が不老不死やったら難しい。うわ難しいかも。これどう思う？自分だけがさずっと年取っていってさっていうことやんな。嫌だね。怖い話よな。怖い。これそれこそホラーになるんだね。怖いよ。なんか相手もなんかずっとな若いままでさ、ね自分は変わっていくわけで、相思相愛やったとしても愛し続けてもらえるのかみたいなところもあったりする。そういう怖さもあるやん。そうやな。で向こうは向こうでさ、こっちが死んだら向こうは孤独になるってなるしな。そうなんか相手次第かもしれんけど自分の思いめっちゃ複雑なところある。確かに。いやめっちゃこれ気になるところではありますけど。不老不死だよって方ぜひ教えてください。いるかよ。いるか。わからん。もしかしたら実は私不老不死なんでっていう。いるかよ。あるかもしれない。やったらぜひ会いに行くんでちょっとお話聞かせてください。その代わり不老不死の証拠は見せていただいてちょっと手荒な真似をするかもしれません。やめなさい。ほんまにでもこれ今の話でだいぶブロドがすごい寂しいんやなって思ったわ。孤独。だからビールに対してねっていうところはそういうことですね。あったりするかもしれないですね。まあ皆さんもねこの好きな人が不老不死やったらどうする？自分が不老不死やったらどうする？そういったねいろんな究極の考え方いっぱいあると思いますね。ぜひね皆さんの考え方も教えていただきたいと思います。お願いします。今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きのお時間です。特別編4回お届けしてきました。はい、いかがでしたか桐山くん？そうですね。でもなんかやっぱり第1回から今こう続けてもしかしたら見ていただいてる方もいると思うんですけれども、だんだん我々の声がでかくなりテンションが高くなり最初こう1回目に戻って見てみてください。どんだけテンションが変わっているか。そんなことないよ。ずっとこの感じ。ずっとやってますよ。やってますよ。深夜2時テンション。深夜2時テンション。多分深夜2時だからこそねいろいろ言っちゃいけない発言もあったかと思います。やめなさい。主に俺の発言にピーがついてるんだから。そうですね。ひどい発言。ひどい発言。つみさんどうでした？いやもうでもねようやく慣れてきた。最終回です今これ。特別編成最終回ですよ。やっと慣れてきて。次撮るのが怖いですね。そうですね。また元に戻る。いやまあブラッドエディションで特別編4回お届けしましたけども、次回からいよいよストーリーエディション来ました。お待ちかねですよ。スタートしますよ。楽しみにしていていただきたいですね。そうですね。楽しみですね。やつが帰ってくるぞ。やつも来るし、どうやらなんかちょっとまた不穏な動きもあるのかもしれない。どえらいチャラいやついましたけどね。なんかいましたね。パッと見だいぶ怖かったですけどね。見た目だけで言うたらほんまにってそうってなったと思いますよ皆さん。いや楽しみにしていただきたいと思います。ぜひねそちらもお聞きいただいてブラッドエディションとストーリーエディションともにこれからも楽しんでいただければと思います。
最後に番組からお知らせでございます。はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろん、あなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などをぜひ僕たちに教えてください。投稿はここ絶対なんか絶対忘れるやんそうめっちゃ忘れる、しょうがない、もう台本がなんか段落が分かれちゃってしょうがないパッと見自分から分かんないどうぞ。はい、投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、Instagram、YouTube のコミュニティでシェアしてください。この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローよろしくお願いします。それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜を。おやすみなさい。